紅サンゴが入ってます。チーズケーキに黒糖焼酎が奄美大島でしか作れないです。私やばいと思いますいってらっしゃいです。紅サンゴの長所もこのケーキに練り込みたくて、おんちゃんに会いに来てる感じです。太陽みたいな。カレーによって変えてます。スパイスはなんかお味噌汁レベルだなと思う、向こうでは。奄美大島は魅力的なものは何かと言われた人だと思います。いらっしゃいませ。今からチーズケーキを作ります。香取さんこれ大好き。虫が多いんですよ、島は。今日は6時です。クリームチーズと卵とか材料を常温になるまで待ちます。これ紅サンゴです。これ入りです。紅サンゴが入ってます。チーズケーキに黒糖焼酎の、種類ですね。種類というか一つですね。私はすごい香りが他の黒糖焼酎に比べていいと思ってます。ウイスキーみたいなシェリーダルで寝かせてるんで芳醇な香りがします。深い感じがします。黒糖焼酎が奄美大島でしか作れないです。これクリームチーズです。私はやっぱり北海道産を使ってます。やっぱ濃厚ですね。お菓子作りには向いてると思ってます。これは紅サンゴと同じ紅サンゴっての黒糖焼酎って黒糖からできてるんですけど、それと同じ黒糖を使ってます。石灰を入れて普通は黒糖って固めるんですけど、これとこれは全く入ってないものでほろっと溶けます。練ります。私やばいと思いますやばいですよこれやっぱり飲食が長かったので隠してかっこいいですよね。筋肉つきやすいなと思います。これは蜂蜜です。それで割ろう。パティシエの方が見たらびっくりするかもです。割と自己流というか、パティシエの友達はいて相談とかよくしますけど、自分の好きな感じしかでも作れなくなりますよね。そしたら私でもね、自分が好きなやつ作るのが楽しいんですけどね。もう一回卵投入しますよ。黄身だけです。深い味。これも紅サンゴと一緒の産地です。宇検村っていうところの卵を使ってます。ここから50分です。山も海もある素敵なところです。なんか余計なものあんま入ってないです。入れます大好きな紅サンゴです。バニラっぽい香りがするとか言われてるので、できればこの紅サンゴのいいところ、長所もこのケーキに練り込みたくて、
なんか本当に紅サンゴのケーキバージョンみたいな。焼酎なんでやっぱお酒の飲まれる方しか知らなかったりするじゃないですか。いろんな人に知ってもらいたくて、スイーツ好きの女子とかお子様にもちょっと食べてもらえるようにチーズケーキの中に入れたらどうかなと思って開発しました。紅サンゴと自家製のシロップに黒糖のシロップにつけたクランベリーですね。取れ高案件です。これ中のね泡があるとこう穴が開いちゃうんですよね。ぷくぷく中の空気を出してます。下に叩きつけたりしてちょっとずつ出てくるんで。いってらっしゃいです。奄美大島の開運酒造っていう紅サンゴを作ってる会社の奥様なんですけど、あともともとうちのお客様で、私の作るものとかをすごい美味しいっていう角度じゃなくて違う角度からすごい褒めてくれるお客様で、私もすごい印象に残ってて、いろいろこう一人で試食とかしてたらだんだん味が分からなくなってくるんですけど、開運酒造さんで相談させていただいたりとか、本当に焼酎を作ってる紅サンゴを作ってる工場の方に試食をしてもらって意見をいただきながらやっと完成しました。全然もうちょっとお酒っぽくても大丈夫かもとか、もうすごい細かな意見いただいて全部取り入れました。はい、焼き上がりました。あえてこのなんか緩くしてます。やっぱ中っていうかちょっと半生みたいな感じにとろけますね。ここのたこ焼き屋のおばちゃんです。ここがすごいお世話になってます。ありがたいです。たこ焼き屋さんです。もうずっとあります。こんにちは。こんにちは。いつも子供たちが私の仕事が遅いので、ここでテレビを見せてもらって待たせてもらってます。うちの子が来た時に、テレビすごい楽しそうに見てたから、じゃあまた見に行けばっていうのがきっかけだけど、そうやっぱ持ち帰りでもここにずっといることが多かったから、そしたら声をかけてくれたんですよ。そう買わんでもいいからテレビだけでも見においでって言ってくれて。やっぱり可愛い、すごく可愛いね。もうなんかどんどんやっぱり女の子してきてはいるけどね、可愛いです。善子も山ちゃんもとってもお姉ちゃんになる。ありがたいです。はい、松島さんでした。ありがとうございます。いつも来てくれ、毎朝来てくれます。毎朝、はい、こうやってコーヒーを買って。お話ししたいからお話をしながら朝のルーティン。そうです。毎朝のルーティンです。タバコを吸いながら。今日もがっつり当てました。イベントが2日連チャンあって、徹夜ぐらいで働いてしまって、帰り道にドドドドドドドで、ここからもずっと一回ここでもうしまわれません。島側ですね。タンドリーチキンです。ヨーグルトとスパイスとで、ニンニクとかと。ここで15万ぐらい。島は家電も高いよ。
配送料というか輸送料ですかね、船賃というか。うちは一切小麦粉とかも使ってないんで、全部野菜の水分でとスパイスだけで作ってます。クローブ、オールスパイス、カルダモンです。一個一個際立ってすごい香りがするんですけど、多分ブレンドされると意外にまろやかになります。マイルドになります。調和されていきます。カレーによって変えてます。スパイスはいや、なんかこれぐらいの分量でちょっカレーのルーですか？固形のやつです。とお味噌汁レベルだと思います。向こうではと入れてます。マンゴーです。夏に採れたマンゴーを冷凍してずっと入れてます。甘くなります。フルーティーな。お水も入れてないです。野菜だけのエキスの方が絶対薄まらなくて美味しくないですか？絶対。でお塩も白の海水100%のお塩入れて。ミネラルたっぷりです。なんかいくら食べてもなんか上がらないと聞きます。血圧が。これ中はでも島のウコンなんです。実は沖縄の時もありますし、そうです、島のウコンです。とチリです。シナモンです。3、4時間煮込んで、粗熱取って1日必ず寝かせます。生では毎日です。なんと共通するところが多くて、年も一緒ですし、で広島出身なんですけど、岡山にも住んでたことがある。のんのおすすめ、今日は何っていうカレー。大好き、美味しいです。スパイスとかをすごい使ってて、なんかすごい食にこだわっているっていうところがありがたいですね。体にもいいし、っていうパンもそうですし。これは朝の炭のパンです。ヘンプです。それこそ大麻なんですけど、大麻の葉っぱはダメな部分じゃないですか。木の部分を炭化してパウダーにしてるのを買ってます。宮古島から。のんちゃんに会いに来てる感じですかね。カレーも美味しいけど、ちゃんと話しに来る感じ。お互い子供がいるので、子供のことが基本多いかな。のんちゃんのイメージ、明るい、なんか太陽みたいな。で落ちてても明るくしてくれる。奄美大島は絶対的に人だと思います。魅力的なものは何かと言われた人だと思います。やっぱ優しいですよね。みんな自分の家族みたいに接してくれますね。困ったことがあったらすぐ背を差し伸べるっていうのが多分その根底にみんなあるというか、つながりとかは全然関係ないし、ただ本当にこの場所に居合わせただけなのに、あ、じゃあこれから一緒にツアー行こうよとか言ってツアーに出かける方もいらっしゃいますし、隣同士のお客さんとかが普通におしゃべりしたりとかしてるのがすごいやっぱ私は楽しいです。